さあ、ファミコン大図鑑。今日の舞台はファミコン2年目の1984年。この年、すごいものが出たんだ。拳銃型の光線銃。テレビに向かって本当に引き金を引く。あんな遊び初めてだったよね。ピンボールからゴルフ、ロードランナー、ギャラクシアンまで、任天堂だけじゃない、いろんなメーカーのソフトが並び始めた賑やかな頃。思い出の名作10本を僕と一気に振り返るよ。あのピンボール覚えてる？上下にフリッパーが2対、ボールを永遠と弾くあの台。 BGM もなくて効果音だけなのに、気づけば何時間も弾いてた。下の穴に入れるとマリオが出てくるボーナス面もあったよね。発売は1984年の冬、サラエボ冬季オリンピックに日本中が湧いて、街にはチェッカーズが流れてたあの頃。今でもスイッチオンラインで遊べるよ。あの手触りはちゃんと残ってるんだ。ここで一つ、このピンボール。プログラムを手掛けたのは、後に任天堂の社長になる岩田悟さんだったんだ。あのボールの跳ね方はカービィのピンボールにも受け継がれてる。あの光線銃覚えてる？テレビに向かって本物みたいに引き金を引いた西部劇の早打ちゲーム。腰のホルスターに銃を刺してファイヤーの合図で早打ち。当てると圧巻の帽子が飛んでハゲ頭が出るあのコミカルさがたまらなかったよね。発売は1984年。この頃アメリカの大統領はロナルド・レーガン。実は政界に入る前は西部劇にも出ていた元俳優だったんだ。ただこれは光線銃のソフト。今の薄型テレビでは遊びにくくて、当時のブラウン管がいるんだ。ここで一つ、このワイルドガンマン、実は映画バックトゥーザフューチャーパート2に登場してるんだ。未来のゲーセンでマーティが遊んでるあの名シーン。次の一本も一緒に。あのカモ撃ち、覚えてる？光線銃でテレビのカモを狙う。外すと犬に笑われるあのゲーム。犬がカモを追い出して飛び立った瞬間にズドン。外すとあの犬が振り返ってケッケッって笑うんだ。あれが悔しくてさ。ところでこの光線銃、今のテレビにつないでも遊べないって知ってた？それはどうしてか。答えは最後に。今は公式の配信や復刻もほとんどなくて、遊ぶには当時の環境がいるんだ。ちょっと特別な一本だよ。ここで答え合わせ。光線銃が今のテレビで遊べないのは、的が一瞬だけ光るのをブラウン管の仕組みで読み取っていたから。液晶ではそれが再現できないんだ。そしてもう一つ。このダックハント、実は全世界で2831万本。海外でファミコンの海外版 NES 本体に同梱されてマリオ級に売れたんだ。次の一本も一緒に。あのゴルフ覚えてる？ボタンを3回押して打つあの感覚。実はこれ当時とんでもなく売れたんだ。ここでクイズ。このゴルフ246万本の大ヒットで長くスポーツゲームの売り上げ1位だった。その記録を破った任天堂ソフトは 1. Wii スポーツ、2. マリオカート、3. ポケモン。答えは動画の後半で。発売は1984年。ボタン3回押しでパワーと向きを決めるあの仕組み。実は今のゴルフゲームの原型なんだ。BGM もない硬派な一本だった。そしてこのゴルフが今どこで遊べるか。実はそこに今日一番の謎が隠れてる。答えはもうすぐ。まずクイズの答え。246万本の記録を破ったのは 1. Wii スポーツ。2006年あのスポーツゲームが塗り替えたんだ。そしてもう一つ、このゴルフ。実は任天堂スイッチの中にこっそり隠されてた。プログラムした岩田悟さんの命日、7月11日に本体の日付を合わせて、あの直接のポーズをすると起動する任天堂からのそっとした追悼だったんだ。あのホーガンズアレイ覚えてる？光線銃でギャングだけを撃ち抜く射撃訓練ゲーム。撃っていいのはギャングだけ。警官や女の人を撃つとペナルティ。一瞬の見極めが問われる緊張感のある射撃だったよね。そしてこれが光線銃シリーズの3本目。ワイルドガンマン、ダックハント、ホーガンズアレイ。光線銃専用のソフトはこの3本でおしまいなんだ。これも光線銃ソフトだから今のテレビでは遊びにくい。本物のガンを構えるあの緊張感はブラウン管の時代だけの遊びだったのかもしれないね。ここで一つ、ホーガンズアレイってもともと射撃訓練の場を指す言葉なんだ。その名前をたどると
1895年に生まれたアメリカ最初期の新聞連載漫画、方眼横丁に行き着く。主人公は黄色いシャツのイエローキッド。そして、この子こそ、戦場的な報道を言うイエロージャーナリズム、その言葉の語源になったキャラなんだ。ファミコンの射撃ゲームの名前が新聞の歴史につながってた。ファミリーベーシック、覚えてる？テレビにキーボードを挿して自分でゲームを作る、そんな夢のソフト。お値段はなんと 14,800 円。ファミコン本体と同じ。雑誌を見ながら1時間打ち込んで、たった一文字のミスでシンタックスエラー。あれ泣きそうになったよね。家でプログラミングという発想の原点がこれ。やがてスクラッチ、そして2020年の小学校の必修化まで、その入り口にテレビに挿すこのキーボードがあったんだ。これは専用キーボードがいる周辺機器。今改めて遊ぶには当時のキーボードごと揃えないといけない。ちょっとレアな一本なんだ。ここで一つ。自分でマリオのステージを作る遊び。元祖は2015年のマリオメーカーだと思ってない？実はその31年前、このファミリーベーシックにはマリオワールドっていうサンプルがあって、エディタで背景を組み替えればステージを自分で改造できたんだ。作るマリオは1984年から始まってた。ドンキーコング3、覚えてる？でもこれ、君の知ってるドンキーコングとはちょっと違うんだ。主人公はマリオでもドンキーでもない。植物園の管理人スタンリー。湧いてくる虫から大事な5本の花を守る。これがまた難しくて、花が1本も残らないことよくあったよね。ドンキーコングは1981年のアーケードに始まりジュニア、そしてこの3、実はこれがファミコンのドンキーコング最後の1本。 DK が主役で帰ってくるのは10年後のスーパーファミコンだったんだ。アーケードから始まったシリーズだから、今もいろんな形で触れられる1本。気になったらぜひ自分の目で確かめてみてね。ここで一つ、このドンキーコング3、実はシリーズで唯一ジャンルが丸ごと変わってるんだ。樽を飛び越えるジャンプアクションじゃない。スプレーを吹き上げて虫とドンキーを撃退する固定画面のシューティング。ジャンプしないドンキーコングは後にも先にもこれだけなんだ。ナッツ&ミルク、覚えてる？丸いミルクを操るパステルカラーの可愛いアクションゲーム。敵の名前が先に来るちょっと変わったタイトルだよね。フルーツを集めてライバルのナッツから逃げる。当時は珍しく女の子にも人気だったんだ。ここでクイズ。このミルク、実はパソコン版とファミコン版であることが大きく変わってるんだ。さて何が変わったでしょう？答えは最後に。今改めて遊ぶのはちょっとだけ手間がかかる一本。でもこの丸いキャラにまた会いたくなったら探してみる価値はあるよ。まずクイズの答え。変わったのはミルクの性別。パソコン版のミルクは実は女の子だったんだ。それがファミコン版で男の子になった。そして最大の秘密、よその会社が作ったファミコン初のソフトなのに、このロムの中には使われないまま眠っている任天堂のゲームのデータが残ってる。家のデザインはポパイそっくりで、タイトル画面もどこか初期の任天堂作品に似てるんだ。第1号なのに中身は任天堂だらけ。ロードランナー覚えてる？穴を掘って敵を落として金塊を全部集める。シンプルで奥深いパズルアクション。ハドソンのファミコン参入第1弾の一つ。穴を掘って敵を落とす爽快感。でもうっかり自分でその穴に落ちて即ミス。あれあるあるだったよね。自分でステージを作れるエディット機能で意地悪な面を作って友達にやらせる。そんな遊びも流行ったよね。実はこれチョップリフターと同じ敵帝国が出てくる3部作の一つでもあるんだ。今公式の常設サービスでは見かけない一本。でもカリッと穴を掘る感触はエミュや実機で今もそのまま味わえるよ。そして最大の秘密、みんなが使ってた裏技っていう言葉、生まれたきっかけがこのゲームなんだ。はしごの途中で止まると敵がすり抜けて無敵になるっていうバグがあってね。それをコロコロコミックがバグじゃなく裏の技、裏技として紹介した。それが言葉の始まりなんだ。ギャラクシアン覚えてる？隊列を組んで攻めてくる敵を撃ち落とすシューティングの原点みたいな一本。ナムコがファミコンに初めて出したソフトでね。
自分の弾が画面から消えるまで次が撃てない。だから一発一発がすごく緊張したよね。このゲームスペースインベーダーの次に生まれて、ギャラガへと続いていく変態シューティングのど真ん中にいる存在なんだ。アーケードから来たこのゲームは今でもいろんな形で遊べる一本。緊張感久しぶりに味わってみるのもいいかもね。そして最大の秘密、実はこのゲーム本編には音楽が一切ないんだけど、隠された音楽モードがあってね、そこになんと映画「風の谷のナウシカ」の曲がこっそり入ってたんだ。1985年に雑誌の裏技として広まって、ナムコと版権元の徳間書店が著作権で一揉め仕掛けた。でも徳間の方も紙面にナムコの画面写真を無断で載せてて、お互い様ってことで丸く収まったらしいよ。ピンボールからギャラクシアンまで、1984年のファミコン、楽しんでもらえたかな？よかったら高評価とチャンネル登録よろしくね。次もファミコン